はい、こんにちは。今日はですね、ラストエポックを紹介したいと思います。ですね、ずっとベータ版だったんですけども、Steam で割と人気で、新しいですね、この開発製品版に関する情報が出るたびに、ちょっと盛り上がってたりするゲームなんですけども、去年のですね、10月ぐらいだったと思うんですけども、来年2月に正式版になりますみたいなアナウンスがされて、ちょっと盛り上がりが最高潮に達している感じわかりませんけど。はい。ということで、2024年の今年ですね、2月22日、日本時間。あと、今日からだと2週間ぐらいですかね。後に、正式版がリリースされるということで、待ちに待ったですね、正式版という感じに、なるので、ラストエポックのですね、タイトル、気になってる人もいるんじゃないかなと思います。これはですね、Steam で PC で遊ぶ、ハクスラ RPG なんですけども、今日はですね、このゲームの説明をしだすと、とんでもない時間がかかってしまうので、ちょっとゲーム、戦闘の映像をちょっとご紹介するのと、あとですね、皆さんがですね、このゲームやってみようかなって思うにあたり、気になりそうな部分を軽く紹介してみたいと思います。はい。まずですね、私は弓色なんですけども、こんな感じです。こんな感じ。これはエンドコンテンツの一部なんですけども、M キーでですね、マップを開いて、このような感じでいろいろ場所があったりするという感じです。で、こんな感じでいろいろ街があったり、この森があったりですね。クエストを進めていく。はい。こっちにもこのようにいろいろあったりですね。こういったところを、巡り巡ってストーリーを、やっていく。はい。ここにもですね、違う土地がまたありますね。はい。で、こんな感じですね。いろんなとこですね、冒険してストーリーをですね、やっていく。で、これがですね、一旦エンドコンテンツ的なものの一部になります。はい。で、標準的な見下ろし型の RPG、アクション RPG になってます。で、僕が気に入っている部分としてはですね、こちら、キーマウでプレイするんですけども、こんな感じですね。バフを焚いたり、スキルを打ったりして敵を倒していくゲームになるんですが、コントローラーがつながっているとですね、このまんまシームレスにコントローラーで操作に移行できます。はい、こんな感じですね。で、インベントリとか開くときはですね、はい、ボタンを押してもらって、このおなじみの UI でインベントリ開く感じになります。で、インベントリ開いても、左スティックはこのように使えてですね、で、空いてる右スティックでマウスカーソル代わりになります。アイテム掴んだりですね、できます。が、アイテム整理だけコントローラーを机に置いてですね、このまんまキーマウに切り替えることができます。これ便利ですね。で、コンテンツはコントローラーで遊んで、UI が変わらずにキーマウで操作ができるので、すごくいい感じになってます。はい。じゃあちょっとですね、どんな感じの、プレイなのかっていうか、ちょっとやってみたいと思います。このゲームはですね、どっちかっていうと、爽快感よりかなって思ってます。ギミック、避ける要素とかはそこそこあります。危なくなったらポーション飲んでですね。はい、ギミックもちゃんと避けてみたいな。結構ね、ボス戦は割と歯応えがあって、で、普段のですね、ファーミングは爽快って感じですね。一般のマップがですね、こんな感じですね。で、アイテムもですね、ボロボロ落ちるタイプですね。はい。この色ですね、素材なんですけど、近くのものをね、いっぺんに拾ってくれるんで、結構便利だったりします。で、ずんずん進んでいって、ポータルが開けれるようになったら帰れると。そういう感じですかね。はい。はい、画面上にはね、敵のモッドと、こちらが与えてるデバフみたいなものもちゃんと表示されて分かりやすくなってます。
さあ歯ごたえのあるねエリート的なのも出てきます。はい。でまあ粘って戦ってもいいんですが、まあ帰れるようになったらですね、もう帰れるので、エンドコンテンツの1ゲームはですね、短めで気軽でいいねと思ってます。はい。まあちょっとね、ずっと戦っててもしょうがないんで、一旦ですね、帰りましょうか。ここでね、ポータル開けて帰ると、戻ってきたら報酬もらえるという感じになってます。今ですね、ちょっとアイテムフィルター入れちゃってるんですけど、アイテムフィルターがですね、あります。まあ、ここ、フィルター外すとですね、このようにアイテムがいっぱい落ちてます。で私はね、普段アイテムフィルターかけてます。ここにもね、宝箱あります。はい、こんな感じですね。はい、ここもですね、フィルター外すと、こんな感じですね。はい。で、このようにね、普通に拾っていくことができますね。はい、こんな感じです。まあ、UI は普通ですね。スキルスロットがあって、スキルをセットできて、マナ、HP、ポーションみたいな感じですね。で、インベントリーですけど、こんな感じになってます。はい。インベントリーね、このぐらいの大きさなんですけど、素材ですね。素材いろいろ拾うんですが、この拾った素材ですね、ここのトランスファークラフティングアイテムズっていうボタンがあって、これを押すとですね、この素材が全部ね、こっちに入ります。で、こう開きますね。はい。で、素材なんですけど、主にクラフトで使うんですが、クラフトで使うグリフとルーンですね。はい。ここに溜まっていく仕様になってます。で、この辺のアイテムですね。はい。まあ、とりあえずね、こう、はい、普通にね、この辺にように捨てることもできる感じですね。まあ、この辺は RPG 同じですね。はい。で装備なんですけども、まあ、ノーマルとかね、またレアとか、エピック、レジェンダリー、ユニーク、普通に存在します。で、このゲームですね、まあ、主に、アフィックスが4つですね。サフィックスとプリフィックスが2個ずつついて、まあ、このようにですね、いろんなモッドがついてる感じになってます。まあ、普通のハクスラですね。で、ここですね、アイドル。これをですね、このようにはめて、まあ、ステータスをですね、底上げしたりするような場所になってます、これ。はい、6% インクリースフィジカルダメージ。これが 77% インクリースアーマーシュレッドエフェクト。まあ、いろいろついてますね。はい。これもビルド要素になります。まあ、こんな感じですね。はい。普通の装備とアイドルで結構オリジナリティ出せるんで面白いと思います、これは。はい。で、オルトキーをね、押すと、アフィックスのティアが出たりとか、詳しい情報が出たりします。はい。あとはですね、これはブレッシングですね。この辺、こういう要素があったりします。はい。まあ、ちょっと一個ずつね、これ、詳細に説明するとマジで時間が足りなくなるんで。はい。で、ちょっとね、ここに、ダガーが1個あるんですけど、はい。ここに出てきたですね、紫色のダガー。まあ、RPG のね、ハクスラなんで、いろいろですね、メレーダメージいくつ、ポイズン 56% とかいろいろついてるんですけど、上の段の、ちょっと下に38フォージングポテンシャルって書いてあるの見えますかね。この鍛冶屋のですね、マークの横に 38FP フォージングポテンシャルっていうのがあるんですけども、このゲームですね、結構クラフトするんですよ。で、さっきのシャードとグリフをですね、いろんなシャードといろんなグリフがあるんですけど、これをですね、駆使して、クラフトをですね、行うんですね。はい。アイテムを入れて、で、ここにですね、プリフィックス2つ、サフィックス2つってついてて、上げられるものにはですね、このようにマークが出てるんですが、まあ、ティアがね、これ3、6、1、2とかあるんですが、グリフやシャードですね。まあ、いろんな用途があるんですが、このシャードをですね、入れて、で、自分のですね、基本的には、上げたい、アフィックスを上げることができるような仕様になってます。はい。まあ、詳しくは言いませんが、ランダムでですね、他を変換したりすることも、いろいろできて、結構ね、クラフトは楽しいです。で、これなんですけども、ここに、
コスト1から18フォージングポテンシャルって書いてあるんですけども、この状態でですねアップグレードするとこのフォージングポテンシャルっていうのが減ってって0になるまでは確実にクラフトが成功するような、そういう仕様になってます。はい。まあ使うグリフとかですね、シャードによっていろいろですね変わってきます。今ね1から25フォージングポテンシャルってコスト出ましたが、使うですねシャードによってはこのように安くですね、アップグレードすることもできたりする、結構ね、オリジナリティのある面白いシステムだと思ってます。こんな感じでクラフトをすることができます。クラフト奥が深いんでですねちゃんと調べると楽しいと思います。あとですね、はい、キャラクターですね。キャラクターのシートがこんな感じになってます。まあ一般的ですね。はい、ステータスがあったりレジストはですね、ファイヤー、ライトニング、コールド、フィジカル、ポイズン、ネクロティック、ボイド、7種類あります。はい、パズルのしがいがありますね。この辺はですね、はい、こんな感じになってます。はい、あとはね、ダメージ系数値が見れる。はい、ディフェンス系、ミニオン、その他、こんな感じになってます。で、あとはですね、はい、パッシブですね。キャラクターのパッシブなんですけれども、元々のクラス、プラス2つ、派生クラス、育てることができて、私はローグなんですけども、このブレードダンサーっていうのとマークスマンですね。っていうのを、このようにですね、好きな方を好きなだけ、ポイントの許す限り取って自分のオリジナルのビルドを作ることができます。はい、ローグの基本のスキルですね。基本のパッシブにブレードダンサーから一部分取ってマークスマンからメインで取ってるっていう感じですね。なので私はローグなんですけど、マークスマンよりのブレードダンサー側のパッシブはこちらの1種類だけ取ってるっていうビルドになってます。でですね、最近でもないんですけど、3つ目のですねサブスキルなんかも発表されて、これ製品版でおそらくこのファルコナーっていうのが、アップグレードできるようになるのかな、ちょっと分かりませんが、このように、なってます。こんな感じでですね、組み合わせて自分なりのオリジナルビルドを作るのは楽しいゲームになってんじゃないかなとは思ってます。で、スキルポイントをですね、このように振っていくと、このバーがですね、どんどん右に動いていくんですね。で、一定数ポイントを振ると、このバーがここまで来たら、今度ここのスキルが取れるみたいな感じで、このように取っていって、例えばですね、こちら、某フィジカルダメージプラス30とかですね。あとは、この辺とかだと、ヘルスがプラス80。棒のダメージは、ヘルス 5% リーチするとかですね。あとはここだと、マルチショットの矢が4本増えるとか。でスキルなんですけれども、今度スキルがこれですね。はい、このゲームなんですが、スキル一個一個にツリーがあります。私はですね、今、これだけのスキルをですね、セットしてますが、マルチショットですね。マルチショットはマルチショットでこのようなツリーがあります。でもちろんですね、すべてポイントを取ることはできないので、マルチショットと一言で言ってもですね、どんなマルチショットなのか、ここでデザインすることになります。はい。クリティカル、マルチプライヤーが上がる。はい。エクストラアロー。はい。あとはですね、これなんかは、ショットガン用ですかね。プロジェクタイルズキャンヒッツザセームターゲットとありますね。密着して当てた時にね、プロジェクタイルが同じターゲットに命中するようになるパッシブだったり、あとこの辺ですとアタックスピードだったりね。はい。こちらはヒットダメージというクロースターゲットプラス 75%、近距離の敵に対してプラス 75% ダメージとかですね。こんな感じで好きなスキルをですねデザインして、自分だけのマルチショットを作って使うみたいな感じになってます。はい。さっきですね、矢の雨を降らせてたと思うんですけど、こちらが
このヘイロー・オブ・アローズなんですけども、これもですね、このように自分の好きなようにですね、スキルを、振っていって、で、このスキルをデザインしていくって感じですね。ちょっとですね、ざっくり説明すると、説明がですね、はしょりがちになって、分かってる方からすると、あれ説明してないじゃないか、今の説明はちょっと違うんじゃないかってなるのがめっちゃ嫌なんですが、限られた時間でですね、気になってる人に、こんなゲームなんだって思ってもらうためには、もう多分このぐらいの説明にしとかないとちょっともう無理かなとは思ってます。はい。で、最後にセッティング系なんですけども、ゲームプレイ系はですね、はい。これはサーバーですね。はい。こんな感じで、アジアあるんでね、はい、2ミリセカンドになってますね。はい。あとはキーアサインですね。これはもう自由に変更できます。はい。あとダメージの数字ね、出すことも出さないこともできたりします。で、言語なんですけども、残念ながらですね、こちら日本語は対応していない。製品版でもですね、おそらく日本語には対応しないと思いますが、いつかですね、日本語の公式パッチが出てほしいなと思ってます。ベータ期間中はですね、有志の方が制作した、日本語化キットみたいなやつもあったんですが、やはりですね、公式が用意しているものではないので、基本的にはあまり考えない方がいいんじゃないかなとは思ってます。はい。あとはですね、先ほどのルートフィルターもそうですし、通常のですね、欲しい、オプション機能は揃ってると思います。はい。で、グラフィックに関しては、クオリティや、ディスプレイのモードですね。私はボーダーレスウィンドウですが、フルスクリーンだったり、ウィンドウだったり。あとは、私2枚モニター使ってるんですが、何番のモニターに出すとかですね。そういった細かい設定もできます。はい。あとは垂直同期と、FPS 制限。MaxFPS。この辺の機能はね、一般的なものは全部揃ってる感じですかね。あとはシャドウクオリティとアンチエイリアス。あとこの辺いろいろですね。はい。製品版になったらもうちょっと増えるのかもしれません。はい。サウンドに関してもこんな感じ。はい。こんな感じになってます。はい。ゲームの細かいことはですね、今回説明、わざとしませんでしたが、名前だけですね、知ってて、なんか話題になってるけど、どんなゲームなのかわからないかったっていう方はですね、この動画多少でも参考になればいいかなと思ってます。あえてですね、いろいろ説明をはしょりましたが、大体ですね、皆さんが思ってたゲームに近かったら、ちょっとご自分でですね、調べてみてもらって、面白そうと思ったら、ぜひですね、製品版の発売を記念して、皆さんも購入して、プレイヤーになってみてはいかがでしょうか。はい。もしですね、製品版が発売されてだいぶ盛り上がってきたら、日本語化されるのもですね、結構先になる気がしなくもないので、ちょっとですね、英語でとっつきにくい部分も出てくるのかなとは思うから、私の分かることであればですね、ちょっと説明する動画も作ってみたいなとも思ってますが、過去にもですね、一応何本か動画上げてますんで、もしよかったらそちらもですね、見ていただいて、ゲームプレイのね、雰囲気をつかむ参考にしていただければと思います。はい。じゃあ、2024年2月22日祝、正式版発売ということで、気になってた方はぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。